世界で最も長く経済成長を続けた国、オーストラリア。その雄大な大地には数多くの世界遺産が広がり、ブリスベンやゴールドコーストといった都市は住みやすい街として世界中から高く評価され、治安の良さと整った教育環境、そして高い生活水準、その全てが揃うこの国は世界の移住したい国ランキングで常に上位にランクイン。多くの日本の若者にとってもワーキングホリデーや留学先としての人気が高く、ピーク時には年間およそ74万人、1日あたり約2000人以上の移民を受け入れ、移民によって築かれた多文化社会を形成してきた。豊富な天然資源と安定した政治に支えられ、およそ28年間にわたり連続して GDP のプラス成長を達成してきたこの国はラッキーカントリーとも呼ばれた。しかし今、人々の暮らしに歪みが生まれ、国民の間には不満の声が高まっているという。1,544 immigrants every day keeping me homeless. Housing is a human right. Total expense has been doubled. The grocery, the rent, everything. They think they own this country and they don't. It's not Australia. Yeah. It's not Australia anymore. かつてラッキーカントリーと称された国で国民を揺るがす移民問題。今回はその真相に迫ります。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はオーストラリアのブリスベンに来ております。オーストラリアはですね、2021年初めて僕がですね、海外に訪れた都市っていうことで14年ぶりなんですけど、かつてはですね、英語も全く喋れない中、給料もめちゃくちゃ良くてですね、もう少し働けば、すぐにお金を貯められ、まさにですね、もうほんま楽園とも呼べるほど生活水準の高さだった。しかしね、世界を旅して聞いた話によると、近年大きくですね、様子が変わってるみたいで、物価はね、過去最高水準に達し、世界で最も住宅購入にかかる費用の高い都市ランキングでは、シドニーがですね、香港に続き第2位、もう一般人では手が出せないほどに陥っているということで、自国民は苦痛の生活を送っていると。今回はですね、14年前と比べて現在のオーストラリアはどんな状況なのか、実態を見ていきたいなと思います。オーストラリアはオセアニアで最大の国土を誇る大陸国家で、面積は日本の約20倍。その広大さにもかかわらず、実際の人々が暮らすのは国土のわずか約 2% の地域に過ぎず、国民の 85% 以上が海沿いのシドニーやメルボルン、ブリスベン、パース、そしてアデレードといった大都市に集中し、豊富な資源に支えられた経済から、一人当たりの GDP は世界でも高い所得水準を誇っている。そしてその豊かさの背景には移民の存在が大きく関わっていると言われている。今からおよそ6万年前、この大陸にはアボリジニと呼ばれる先住民が暮らしており、自然と調和した独自の文化と生活を築き上げていた。オーストラリア大陸は17世紀大航海時代にオランダ人によって発見され、18世紀後半にはイギリスの探検家が東海岸に上陸したことをきっかけに、この地をイギリス領にすることが宣言された。最初の入植者の多くがイギリスの囚人たちであり、当時イギリスでは産業革命の進展に伴い犯罪が増加し、刑務所が不足していたことから、イギリス政府は流刑として数千人の囚人をこの地へ送り込み、植民地の開拓を進めていった。一方、アボリジニは居住地が追われ、先住民の人口が急速に減少し、そして19世紀以降、白豪主義という考え方が次第に広まっていった。19世紀中頃にオーストラリア各地で金鉱が発見され、ゴールドラッシュの時代を迎えると、世界中から黄金を掘り当てようとする人々が押し寄せ、急速な人口増加と資本の流入が都市の発展を後押しし、この頃からイギリス中心の貿易から抜け出した独自の経済基盤を築き上げ、1901年に6つの植民地が統合され、オーストラリア連邦として独立。第二次世界大戦が始まると、オーストラリアは連合国の軍需拠点として重要な役割を果たし、それまで羊毛中心の農業経済から製造業、軍需産業へと転換していった。戦後、国の復興と発展を目指す中で、豊富な鉱物資源を生かして日本をはじめとするアジア諸国との貿易を拡大し、急速に産業を発展させる一方で、深刻な労働力不足に直面した。
そこで政府はヨーロッパやアジアから多くの移民を受け入れる政策を実施し、当時およそ700万人だった人口はわずか15年で300万人以上増加し、労働力の確保によって世界最大の鉱物資源生産国へと成長していった。こうして広大な自然がもたらす豊かな資源と畜産業、そして移民によって育まれた多様な文化がこの国の繁栄を支え、オーストラリアは世界屈指の豊かな国としての地位を築いていった。さて今ブリスベンの中心地付近にやってきたんですけど、いや14年前とあんまり変わってないですね。いや懐かしい。めちゃくちゃパーティー行ったの覚えてます。14年前全く気づかなかったけど、結構いろんな高級ブランド店とかあって高級感漂ってますね、ブリスベン。さてまず両替ということで、14年前は1ドル約82円やったんですけど、現在は1ドル94円ということで、いや懐かしいですね。これオーストラリアのドルの作りがですねプラスチック、これはですねオーストラリアがウォータースポーツがめちゃめちゃ盛んやから濡れてもええっていうことで聞いたんですけど、久々ですね。いやでもですね、ドル、過去よりだいぶ高くなってるなっていう感じなんですけど、ちょっと1万円でですねどれだけできるのかもね、ちょっとやってみたいなと思います。オーストラリアのブリスベンといえばこのバスとフェリー、めちゃめちゃ高級感あふれておりますよね。で僕ですね初めオーストラリア来た時全く英語喋れんかったんで、もうね道に迷いまくって、ほんまやったらバスで30分で帰れるところを3時間かけた覚えております。ちなみに公共交通機関はブリスベン内であれば一律でたった50セントと格安。正直値段を二度見してしまうくらいびっくりしました。さて続きまして14年ぶりですね、オーストラリアの物価を見てみたいということで、ちょっとスーパー行ってみますか。オーストラリアにはですねコールスとウルワースの2大スーパーがあって、僕は学生時代からウーリー派だったんですけど、今回はコールスで買い物をしてみたいなと思います。僕がね住んでた時も食料品は高いなと思ってたんですけど、今はさらに高いですね。リンゴは1キロ約5ドルで、バナナは1キロ4ドル90セント、トマトが1キロ6ドル90セント、そして食パンは4ドル50セント。牛肉が一番安いのでキロ 14.12 ですね、スペシャルで、上はキロ55とかもあります。魚系もサーモン高い、キロ40ですね。これが僕の大好きなヨーグルトなんですけど、なんと6ドル30、めっちゃ高いな。卵がですねめちゃくちゃ高いなっていう感じで、競争率が高いのか一番安いのはもうすっからかんですね。そして 1.5 リットルの水は3ドル20セントで、特にですねビールとポテチはめちゃめちゃ高いなっていう印象で、このポテトチップスはなんと6ドル30セント、そして国産のビールは1本約5ドル50セントなんですけど、14年前は半額で買えてましたよね。なんか1回の買い物で1万円は優に超えてしまいそうな勢いです。Where are you from? I'm from London. Oh, nice. Yeah. So how long have you been here for? Nearly 2 years now, about a year and a half. Okay. What kind of things do you feel expensive here? What kind of Groceries. Groceries. Groceries here are a lot more expensive than How the much did you UK. pay for 1 week? I just feel like every single time I go to do grocery shopping, it just feels like double what I was expecting. Yeah. So groceries here are definitely a lot more expensive Down than the UK. UK. Yeah. 全体的に物価は僕が住んでた時より約 1.5 倍前後上がってるかなっていう感じで、品によっては約2倍上がってるなっていうのもありましたね。で聞いた話によると、パンデミック後生活必需品、パンとか乳製品、あと卵の値段が一気に上がって、国民をね苦しめてるとのことみたいです。はい、さて皆さん、オーストラリアといえば OG バービーということで、バーベキューがこんな感じですね。いろんな公園で無料でできると。無料ですよ。僕はですね昔金なかった時はですね、もう安いハンバーグのパテみたいなのがあって、ここでみんなで焼いて、節約生活してたんですけど、で今回購入したのはソーセージが8ドルで、このフィレットの肉が2つで 18.5 で、このボックスワインがですねスチューデント
アルコールって言われてても激安、なんと4リットルで13ドルっていうことで、もうこれはですねもうめちゃくちゃ酔うし、二日酔いももう超最悪なんですけど、これ飲んでパーティーに参入してたという、もう節約するにはもう絶対必要なボックスワインでございます。いやこれもうほんまもう嫌な思い出しかないけどな。ちょっといただきます。うわー懐かしいこの味。これで何回この前の川に飛び込んだかこの後。オーストラリアではね、物価の変動を測るユニークな指標としてバーベキューに必要な食材費を元にしたバーベキュー指標が使われることがあるみたいで、2024年には4人家族でのバーベキューにかかる費用は少なくとも82ドルとされ、前年度に比べておよそ 32% も上昇しているそうです。ということで早速オージービーフの方をいただきたいなと思います。すごい見た感じ淡白で油があんまりねないかなっていう感じですけど、いただきます。肉肉しい、うまっ。日本の和牛に比べてですね、サシがないから結構硬いんかなってイメージしてたんですけど、オージービーフでも食べてみるともう口の中でふわんとろける感じでめちゃくちゃ柔らかいです。これ18ドルなんですけど2つでね、で1枚だから9ドルなんですけど、これ9ドルで十分ですよ。で皆さんこのブロッコリーも見てください。ちょっと日本とは違って細長い感じなんですけど、これがまた美味しいんですよ。Are you from here? I am from Brisbane. Yeah. Right. So how is the life here now? My life in Brisbane was always reasonably comfortable, even though I didn't necessarily have a lot of money. Yep. We're buying a bunch of audio equipment. Oh wow. And all of it is double the price it was 6 years ago. Double. Wow. So how hard is it to live here? I mean, it is hard. I love it here. The work-life balance is amazing. I mean, I think the price you pay to live in a city like Brisbane is, stuff is more expensive. It's harder to fund your own habits or anything else you got going on. But I love it here. 地元の人とね話すことで分かるリアルな声、よりね深く理解するために僕がコミュニケーション力を鍛えるために使っている最適なツールをご紹介します。はい、今回はですね AI 英会話アプリ Speak さんからの動画提供ということで紹介させてください。 Speak はですねスピーキングに特化した英会話アプリで、動画でフレーズを学んだり AI と自由なシナリオで会話をしたり、ミスを分析してね新しい練習問題をどんどん作ってくれて、英語はねアウトプットを繰り返すことで記憶が定着していくので、英語の学習には本当助かります。最近はね翻訳機能の進化がすごくて、もう勉強しなくてもいいんじゃないと思う人もいるかもしれませんが、僕は個人的にですね会話の中で実際に話すからこそ気づくことや身につくこと、実際に話すことで得れる伝え合う技術みたいなものがあると長年感じてて、それをつかむことでねもっと深い話ができたり、もっと相手の心にね近づけると思ってます。これからもね僕は英語を勉強していろんな人と話して出会いを通じて成長していきたいと思ってるんで、特に実際にね英語で人と話す機会がない環境とかで、英語を忘れないためであったりとか、さらなる成長に使いたいなと思ってます。現在年始のキャンペーンで1月12日までお得で、無料体験とかもあるそうなんで、概要欄のねリンクから登録すると適用されるみたいなんで、皆さんぜひチェックイットアウトしてみてくださいということで、 Back to the video。さて今回の滞在先はですね、中心街付近のエアビーで1泊約1万7000円。ちなみにですね、ブッキングとかで見てみると1部屋だいたい1人1万5000から2万円で泊まれるかなって感じですね。そしてここがですね、14年前メキシコ人1人とブラジル人4人とシェアハウスしてた場所っていうことで、いやー懐かしいな。ここでパーティーしまくったな。当時はですね、あそこに学校があって、もうこの辺にみんなスチューデントが滞在してて、でここも友達滞在してたし、で僕ここ住んでて、
その横友達が住んでたということで、なんか怖いんでパーティーやーということでこの辺に集まって飲んだりね、向こうに公園があるんで公園行って飲んだりみたいな。まあでもそのおかげで英語を学べたっていう感じですね。当時ね、キッチンとバスルームはシェアで、まあ一人部屋で1ヶ月$960だったんで、まあ僕はね、お金がなかったんで、一つの部屋をメキシコ人とシェアしてたっていうことで、まあ実質1ヶ月$480やったっていう感じで、いや、考えてみると破格のプライスですね。そして現在のね、ブリスベンの平均家賃は単身者向けで約2196オーストラリアンドル、家族向けで約3549オーストラリアンドルっていうことで、それがもしシドニーとかになると、ブリスベンより単身者は約 28.4%、家族向けで 53.9% 高いみたいで、まあ、2011年と比べるとオーストラリアの平均家賃は約2倍ぐらいになってるって感じみたいです。まあ、基本オーストラリアはマンションの一室を借りて何人かでシェアするっていうのが主流みたいなんで、まあ、聞いた話によるとブリスベンの街中やったらだいたい1週間200から400オーストラリアンドルで一室が借りられて、まあ、キッチンとバスルームはシェアみたいな感じだそうです。まあ、でもスイスよりは高くないけど、でも東京より高いんじゃないですか。皆さんどうですか？ Right. So how much do you pay for it? I think about $450 a week. Oh wow, it's just one bedroom? No, it's I share with somebody else, but each. Oh, okay. Yeah. For example, I pay $560 Per week? per week with my partner for a full 3-bedroom apartment. Oh, okay, so you have to pay like just 250 individually. Yes. Right. Yes. ここ数年でですね、住宅価格が急激に高騰していると言われているみたいで、わずか4年の間に価格はおよそ2倍に跳ね上がっているみたいで、まあ、ブリスベンではですね、平均およそ110万ドル、そしてシドニーではなんと160万ドルにまで達しているそうです。まあ、地元の人に聞いた話によると、もう近年ですね、物件を探している人がもう急増してるみたいで、まあ、どこのオープンハウスももう外にですね20人ぐらいずらーっと並んでるっていう話も聞くんで、まあ、実際にねオープンハウスも見に行ってみたいなと思います。Hey, how is it going? Yeah, good, thank you. How are you? To meet you. Thank you so much for your time. Thank you, no worries. What's your name? Luke Ashby. Nice to meet you. Nice to meet you. So what do you do? I'm a mortgage broker. Okay. Yep, so if you don't know what a mortgage broker is, we get finance for people that want to buy property. Yep. So we actually help people all over Australia, but mainly in Brisbane. はい、ということでオープンハウスやってきたんですけど、オープンハウスはですね約10分から15分みたいで、ものすごい量の人ですね。ざらっと数えただけで30人ぐらい、15組いや10組ぐらいですかね、来てるかなっていう感じですね。ここはですね中心街からおよそ30分ほど離れた住宅街にある一軒家なんですけど、まあ、この家は築13年の2階建てで、まあ、ベッドルームが3つ、バスルームが1つとお庭、そして駐車場が備わっているみたいです。僕今回初めてオープンハウスに来たんですけど、すごいですね。オーストラリア普通に生活感あるままの状態でオープンハウスがあるんやみたいな。普通に昨日まで誰かが住んでたやろって、でオープンハウスが行われてるんじゃないかなみたいな、今誰か住んでるんじゃない？それぐらい結構汚い、こんなもんなんや。そして気になるこちらの物件のお値段は70万ドルっていうことで、日本円にしておよそ7000万円前後。ブリスベンではですね中流層からやや下の層に当たる価格帯だそうです。This was built in 2012, and that would have sold in sort of the 330 to 350,000 range. This is now, since then, it's doubled. So we're obviously now talking, in the 700s. But for the early, so the mid 2010s, it went flat and even went backwards a little bit. Right. Then we got to COVID, and it's steadily increased since 2020. Right. まあ、オーストラリアではですね家の所有はかなり重要視される文化みたいで、国民の 93% がまあ家の所有を重要視すると認識しているみたいです。まあ確かにですね地元の友達とか話してても結構家の話するもんな。Yeah, spot on. Australians are very house proud. Yeah. Very house proud. So
often I think people that are renting, get looked at as if they're poor. To have your own property is important to a lot of people. It's it's safe, it's secure. You're not at risk of a landlord bumping up the rent by $50 or $100 a week and being priced out and then having to move. I believe it's about every 12 months. Oh wow! Every 12 months they'll can increase the rent if it's applicable. So you're at risk of that happening. You're at risk of the seller, the landlord selling the property on you or wanting to move back into that property, and then you've got to regroup, find out where you're going to live next. So, which can be challenging. So was it hard to find your accommodations? For sure. We were looking for a few months, at the end of last year until this year. We almost gave up at some point. We would go to inspections after inspections. So the competition is crazy. Oh. さてここがですねブリスベンにある富裕層エリアっていうことで、川沿いにあってですねレンガ造りの建物、緑豊かな高級街っていう感じでちょっと雰囲気がちゃう感じですね。で丘から川が見渡せる豪華な家、やっぱでオーストラリア一軒一軒ほんま家でかすぎやろ。実際にですね富裕層エリアにあるこちらのマンションを見学させてもらえるということで、一体どんな家なのか早速中を見ていきたいなと思います。エレベーターが直接つながった玄関を抜けると大きな窓のある開放的なリビング、めっちゃ豪華じゃないですか。そして広々としたキッチンがあって、部屋は4つの寝室とシャワールームが3つ、専用パーキングまで完備されていて、さらに中心部から歩いてわずか2分という最高の立地。皆さん見てください、このバルコニーどんだけでかいね。めちゃくちゃでかいです。でその前はですねこんな感じでもうブリスベンのシティが川と共に見渡せるという感じで、どういう人たちが買うのって聞いてみたらですね、やっぱりこうセカンドハウス的な感じで買う人が多いみたいです。で今のオーナーは、聞いた話によると、中国人っていうことみたいです。すごいなこの規模。そして気になるお値段の方なんですけど、500万ドルっていうことで日本円にして約5億円だそうです。The main buyers for something like this are the people that work in the corporate world in the city, or they have their own companies. This is a very expensive property, so you need to have a high income. That's usually business owners like medical people, lawyers, or CEOs. They can be local or they can be foreign, but most of the time someone's buying this property to live in it. So how much difference compared to 10 years ago? 10 years ago, this wouldn't have even been here, but prices on average, they should double every 10 years. So we're on this insane accelerated growth curve right now. It's hard to know where it will be in another 5 years, 10 years, but I don't actually see it slowing down anytime soon because there's so much interest to live here. 14年前もね物価めっちゃ高いわ思ってたけど、でもその分給料が良かったからもうお金こんだけ貯まる国ないんちゃうんか思ってたけど、現状そうじゃないんや。一部の調査ではですね国民の約 68% が、住宅購入に不安を抱えていると答えたみたいです。現在のオーストラリアの最低賃金は時給およそ25ドルっていうことで、年収の中央値はおよそ6万5,000ドル。数字だけ見るとね、豊かな国に見えるかもしれませんが、実際にはですね、物価の上昇が止まらず、生活費も大きく膨らんでいて、月額の生活費の目安が単身者で約3,900ドルで、4人家族だと約9,500ドル。その一方でですね、賃金の伸びが追いついていないみたいで、オーストラリアの統計局によるとパンデミック前と比べて実質賃金は約 4.8% 低下していると。さらにですね2022年のピーク時に比べると手取り額は 8% も減少していると言われている中、ブリスベンのような大都市では単身世帯でも年間に少なくとも11万から12万ドルの収入がなければ住宅を購入するのは難しいとね言っていました。 So do you feel hard to live here? It's way harder than it used to be. I'm on a reasonably good salary and I live paycheck to paycheck. I don't save, I can't save, I can't,
I don't have any spare income. 今回ねブリスベン以外にもオーストラリアのいろんなところで滞在したんですけど、実際はねもうちょっと高いんじゃないかなって感じてるんですけど、まあでも世界一時給が高くても物価が高かったら生活って厳しいんやなって改めて思いましたね。Yeah, we've spoke about this before with the divorce rate in Australia. Being quite low at the moment. So, what my opinion is that people aren't wanting to divorce because it's so hard to buy on your own, right? So, a lot of people are still sticking in those relationships just purely because of the cost of living in Australia and the cost of housing. Well, I think when I was younger in my 20s, the idea of buying a house was always kind of the future. And now I'm a little bit more established in the point where, I would be thinking about buying a house. It doesn't really seem like something that I probably could do alone. 近年ではねワーホリとか就労可能なビザで夢のオーストラリアに来ても就職難とか物価高の影響で夢の生活が地獄の生活になる方も多いみたいです。物価が上昇する一方、なかなか伸びない給料を補うためというか、ただ普通の生活を維持するために今や100万人以上の人々が2つ3つと仕事を掛け持ちしているそうで、それに加えて近年オーストラリアの失業率も上昇傾向にあり、そしてその先に見えてくるのが住まいを維持できなくなるというリスク。現在ねオーストラリアでは約12万2000人以上がホームレス状態にあるとね、推定されるみたいで、その4分の1が若者だそうです。2024年から2025年にはですね月に約1万人が新たにホームレス支援を求めていると報告があり、特にブリスベンはですねテント生活者が多い都市の一つと言われているみたいです。Is the number of homeless people increasing compared to 10 years ago? Oh, yeah, 100%. The number that's increasing at the moment is ridiculous. What's the reasons increasing the homeless people? One would be the cost of living, and also I guess the other part of it would be the lack of accommodation, and the price of accommodation. 政府も支援として低所得者向けの社会住宅を全国に数万と建てる計画とか家賃補助を提供しているそうなんですけど、それでも住宅が不足してたり手続きにあまりにも待機時間がかかることからテント生活を余儀なくされている人が多いみたいです。さてやってきたのが街中にある公園なんですけど、今ざらっと見ただけで20ぐらいのテントがあるなって感じです。 How long have you been homeless? A decade. Yeah. Do you live here now? No, I don't. Where do you live now? I got a house at Bray Park, thanks to housing. Okay. How do you feel like living there? Is it comfortable? Oh, I love it. Oh, yeah? Yeah. Nice. I wouldn't like to come back and live in a tent now. But if I had to, I would. Because it's not a bad life. As long as your stuff don't get wet and you don't find a big snake in your bed, you're right. How long have you been waiting for? I was waiting a decade. Oh, that's long times. So why did it take so long time to get the public house? I think it was because there wasn't enough housing for normal Australian people that... But the price of rent is going up. That's how people end up being homeless, because you can't afford how much the people are asking to rent the home. And the only choice you really got is to live in a tent. And it gets a little bit better then because you don't have to rent to pay, you know. What's the tough things for being homeless? Tough things about being homeless is people look at you differently. Okay. You know, they automatically think that you're on drugs or stuff like that. My biggest factor is the fact that they're building houses for people with money. They're giving apartments to people who are actually on drugs rather than not. But I personally believe that these apartments should be built for people like us. So how is the Australian government doing enough to help homeless people? Definitely not. No, there's a lot more they could be doing. Most Australians do get a certain amount. It's roughly $300, $350 a week. But when you look at the price of the accommodation, you look at the price of food, it doesn't last very long. Well, they don't want to see people homeless sleeping in the parks, and neither do we.
But in saying that, there's not enough accommodation for them either, so something has to change. They either have to allow people to sleep in the parks, which no one wants, or they need to come up with another solution. Well, the solution I had in mind was definitely self-contained units to put people into, but not only just giving them a self-contained unit and saying, here, go for it, but also giving them some wraparound support services, helping them out with mental health, physical health, addiction, trauma, all the stuff that goes into homelessness. You know, if you give people those, you're giving them tools to give them a step up and a step out. If you give them the tools, they have a better chance of, once they go into social housing or once they get a job, they have a better chance of keeping that accommodation. Right. ここがですね、生活困窮者を支援する団体が開いている無料フードイベントということで、毎週ですね、200人以上の人が、生活苦しいからということで、食料を求めてくるみたいです。食料はですね、スーパーの寄付とかでされてるみたいなんですけど、聞いた話によるとですね、去年とかは日本人がめちゃめちゃ多かったということで、やっぱりワーホリに来てなかなか仕事見つける難しい、家賃高いし生活費もめっちゃ高いということで、現在はね、国籍関係なくいろんな人がですね、食べ物をもらいに来てるっていう感じです。さすがオーストラリア、生活の質めちゃめちゃ高くないですか。例えばバングラデシュとかアフガニスタンとかやったら、もう生活苦しかったらその辺でのたれ死んでるっていう感じなんですけど、いやー、無料でしかもピチピチの食べ物取り放題でいただけるなんてありがたいですよ。オーストラリアの1人当たりの GDP は世界13位。しかし国民の約8人に1人が貧困ラインを下回る収入で生活しているとされ、国内の経済格差は過去20年以上で最も深刻なレベルと言われている。住宅市場では富裕層が複数の物件を所有する一方で、低所得層は頭金すら貯められないという二極化が起こり、特に若年層は住宅購入のハードルが高いため、若年層の幸福度が低くなる傾向があるみたいで、そのため世界で11番目に幸福な国とされるオーストラリアのランキングには、若年層の実感があまり反映されてないそうです。So this is the cheapest one in Brisbane you can find, right? Be one of. Yeah, for sure. Yeah. ブリスベンで最も手頃な住宅エリアにあるこちらの物件はですね、築わずか4年と比較的新しく、部屋は寝室3つとそれぞれに専用のバスルームがついている感じで、そしてこの家の販売価格はおよそ60万ドルってことで、光熱費や住宅ローンを含めると1ヶ月あたりおよそ4000ドルの支払いになるそうです。めっちゃきつない？めっちゃ狭いよ。オーストラリアの他の家に比べたらめっちゃ狭い感じなんですけど。What the government's trying to help the house crisis? Yeah, so here in Queensland in particular, the government are incentivising first home buyers in particular, so people that are going to live in the property, to build. So they're not charging stamp duty if you were to build a home, up to no matter what value. And they're also giving first home buyers $30,000 to go towards their build. So obviously that's going to help. Building's not cheap at the moment, so there are limitations to get that $30,000. So the total house and land value must be under $750,000. So that becomes a challenge as well, because to be able to find land and get a build cost under $750,000 to be somewhat close to Brisbane is a challenge. So the people that are using this are making sacrifices in terms of location where they're building. Can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, no, no. さて夜ご飯にやってきたのがオーストラリアのレストラン、パブ、ギャンブルする場所が混ざったような、ちょっとオーストラリアといえばみたいな僕のねイメージがある場所なんですけど、14年前はですね、ここにもう毎回来てもパーティーして、ここが僕の英語の学び場だった場所です。で、今回オーストラリアで一番感動したのがこのクラフトビールの多さ。その中でもですね、今回の滞在で特に気に入ったのがこれ。では早速いただきます。僕のお気に入りのビール。このクラフトビールめちゃくちゃうまい。でもなんとお値段は大嫌いです。
さて今晩の夜ご飯はこんな感じでございます。いや、オーストラリア来たら多分僕体型でかくなるんちゃうんかなっていうぐらいのボリュームなんですけど、お値段がいかついです。なんとこれで26ドルでございます。ということでいただきます。これはすごいな。チーズにトマトソースでハム、うわでこのチキンという味濃い、すごいなこれ。これでも毎食はかなりきついな。でもうまい。で明日はですね、今日オーストラリアで見た現実の根の部分、どうして住宅危機、物価高、経済後退しているのかっていうね、原因についてね見ていきたいなと思います。ということでおやすみ。かつてグレートオーストラリアンドリームと呼ばれた50年代、誰もがマイホームを持ち、世界トップクラスの生活水準を誇る国として知られていたが、実はオーストラリアはもともと豊かな国になるには非常に不利な条件を抱えているみたいです。まず第一に地理的な問題。オーストラリアは主要な経済圏から遠く離れた南半球に位置しており、貿易の約 98% が海上輸送によって行われるため、輸送コストや時間がかかり、他国に比べて経済活動の効率が低下しやすいという課題。次に、その広すぎる国土と過酷な自然環境。オーストラリアは世界で最も乾いた大陸とも呼ばれ、降水量が非常に少なく、干ばつや森林火災などの自然災害も頻発するため、大規模な農業や工業には不向きな土地が多く、実際に国土のおよそ 70% が居住に適せない乾燥地帯だと言われている。こうした制約があることから、オーストラリアの人口は日本の5分の1ほどと、先進国としては非常に少ない人口にもかかわらず、この国が経済的に成長してこられたのは、歴史的に移民政策によって労働力を確保し、豊富な資源を世界に輸出してきたからだと言われている。しかし近年、その移民はかつて国を豊かにした原動力であると同時に、今自国の首を絞める存在にもなっているという意見がある。さてここがですね、懐かしいな、サウスバンクっていうことで、街の中心地付近にある無料でみんな使える公共のビーチプールっていうことで、そんな個人的に生活の質がめっちゃ高いと感じるオーストラリアなんですけど、2024年の調査によるとオーストラリア人の 50% は移民のせいで貧しくなったとの回答があったみたいで、国民の3分の1以上が難民申請者を母国に強制送還する処置を支持すると、移民がサービスやインフラに影響を及ぼしているとの懸念が高まっているみたいです。 This is a land of immigrants. I'm an immigrant, but this has gone too far. People are living in tents, yes, in cars, and they're bringing immigrants into the country and giving them free houses, giving them our houses while our people live on the streets. It's not good. さてここがブリスベンの中でも特に移民の方々が多く住むエリアっていうことで、すごい家ですね。約67万人。これはたった1年で流入してきた移民の人数で、その大部分を占めるのが留学生。現在オーストラリアにはおよそ80万人の学生ビザ保持者が滞在しており、その多くは中国、インド、そしてネパールから来た若者たち。しかし今この留学生制度が本来の教育のための制度から大きく逸脱しつつあると指摘され、学業よりも就労を目的とした偽装留学が横行し、中にはまともな授業がほとんど行わないゴーストカレッジ、いわゆるビザ工場が存在するとも言われているみたいです。本来学生ビザでは授業への出席を前提に2週間あたり48時間までの就労が認められているのですが、実際にはこの制限を大きく超えた過剰労働が横行しており、留学制度そのものの持続可能性が危ぶまれていると言われているみたいです。また一部の教育機関では海外から学生を集めるためエージェントに高額な仲介料を支払い、学生を利益の源泉として扱うビジネスモデルが広がっており、学生が搾取されやすい構造ができているとも言われているみたいです。
世界一時給の高い国の一つオーストラリア。母国で働いたら1週間かかるところ、オーストラリアで働いたら1時間で同じ料金稼げてしまう。14年前も多くの人が学生ビザでやってきて、ブラックで働いて家に仕送りしている人が結構いたような。推定で現在年間6から7万人の移民がビザ切れの中、不法に労働しているとも言われているみたいです。So how do you find out Australia compared to your countries? So I miss my country a lot. Yeah. I think that my country is the best. But money-wise, Australia is better. I'm actually here for the money because I make better money here, but I go to my country 3 or 4 months a year. It's really easy to come to Australia just to spend 1 year, work on holiday, to work here 1 year, save a little bit of money. Yeah. But if you want to keep extending your visa, you need to do farm work, so you need to go to a farm. I did, for example, I picked strawberries for 6 months to extend my visa. Yeah. You have to do the jobs that Australians don't want to do. Oh, okay. At the end, if you want the PR, you need to have either like a lot of money, have a really good skill, or study a master degree that is so expensive here. Oh. So it's easy to come to Australia, it's so difficult to stay. 労働力不足ってね、ネットとかのオンラインの情報ではよく見るんですけど、実際はですね、ただオーストラリア人が低賃金や過酷な仕事をやりたくないだけっていう声もあるみたいで、それを行っているのが移民なしではね、オーストラリアは成り立たないっていうね、声もあったりするみたいです。 The people who are immigrants, they are ready to willing to work for 7 days or 6 days or 7 days, so they can make their life somehow. So they earn reasonable money. But for people who born in Australia, so they have a tradition of like mixing life and the job. So they don't want to work 6 or 7 days. Yeah, look, I think Australia does need immigrants. We're an immigration nation, where our entire country has been built off immigration. I think, however, the recent immigration statistics, there's been too many people coming in too quickly. I'm not personally anti-immigrant, I'm anti-mass immigration. 多すぎる移民学生が賃貸住宅の需要を大幅にね、増加させている理由の一つと言われているみたいで、学生はオーストラリアの賃貸住宅の 7%、 つまり14件に1件を利用しているとのことみたいで、賃貸物件の空室率も過去最低水準。人々はね、収入の大半を光熱費と住宅費に費やさないといけない状況だそうです。We are a bit scared that because we've only been there since February, so we're waiting for the prices to go up once the lease renews. So we might not even be there next year because the price might be too high for us. オーストラリアでは人口の急増に対して住宅の供給が追いついておらず、さらに建築業界では人材不足が深刻化し、資材価格も高騰。こうした状況が重なり、新しい住宅が十分に建てられないことが現在のホームレス問題や不動産価格の高騰につながっているそうです。オーストラリアはね、国土がでかいから土地有り余ってるやろって勝手に想像してたんですけど、建築許可が出にくいほか、国土のほとんどが住めないとのことで海沿いに集中してる。その影響で土地の価格も高騰。2020年以降ですね、一軒家の価格はマンションの3倍の速さで上がってるみたいです。Like I said, in 5 years, property prices in the whole city have doubled just in 5 years. So anyone that had a property worth $1 million, that's now worth $2 million, and that person is $1 million richer because of that. So getting in the market back then was a huge advantage, but people buying today, they're still benefiting from the growth. So it's a very, very reliable, indestructible asset class here in Australia where you can rely on it to produce money for you, and that's why people buy property, not just to put a roof over their head. That's important, and that's priority number one, but people buy property in Australia because forever it's been a means to get wealthier. オーストラリアの不動産市場は富裕層、外国人投資家、特にね、中国の富裕層に買われることが多いみたいで、一般の人が手を出すにはもう非常に厳しい状況とのことみたいです。住宅が単なる住まいではなく投資商品として扱われる傾向が強まったことで、政府は製造業や技術開発といった生産的な投資よりも不動産投資を優遇する税制を設備し、国内外の多くの投資家が押し寄せていることが取得競争が激化している要因の一つとなっているみたいです。
foreign investors are out there, like people that are visa holders, aren't Australian citizens or permanent residents. Certainly buying property, which would be impacting prices for sure. The government do have restrictions around that. Right. So for a foreign buyer, like you will pay an extra stamp duty, like a tax. There's those limitations that the government got in place around foreign buyers. You can't just be anyone looking to buy, and it comes at a price as well. さらにはね、移民による治安悪化も問題視されているみたいで、オーストラリアでは移民系マフィアによる組織犯罪、移民犯罪者の再犯、メルボルンでの移民収容所での火災暴動などが過去に報告され、現在もね、その問題は続いているみたいで、安全と移民政策の不安が国民の中に強まっているみたいです。It's wrecking Australia. They come here, they don't believe in Australian rights. They want to change it to their rights, and it's not Australia. It's not Australia anymore. It has to be Australia to live in. It's where all of us are immigrants, you know, but like there's people here that don't want to be part of Australia. That's what it's all about. You know, our hospitals, our roads, our people should be a lot wealthier than what we are. It's going into the pockets of a few at the top, multinational companies, and there are homeless people on the street. You know, they're employed to look after the people with the people's money. They treat it like it's a slush fund, and just are not looking after the people at all. And I think Australians are all just tired of it. There's not enough housing. Our health system is under stress. Our infrastructure is under stress. And it shouldn't be that way. こうした状況を受け、政府の移民政策は以前よりも厳格化され、留学生の受け入れ条件や永住権取得のハードルが高くなっていると言われているが、国民の生活は未だ明確な改善の兆しは見えていないそうです。Visa rules are strict, but still compared to 10 years ago, they bring the same number of people. So they bring or same or more number of people than 10 years ago. I hear getting harder. It is hard. That doesn't mean the numbers came less. The numbers are increasing, but even if it is hard, people are coming more. さらに政府は移民対策の一環としてビザを持たない移民をナウルなどの第三国へ強制的に移送できる制度を導入した。いや、これでナウルの実態分かったわ。オーストラリアもうパンク状態。それでも止められない。より良い生活を求めてオーストラリアにやってくる世界中の人々。しかしこの政策をめぐっては治安維持のために必要だと支持する声がある一方で、政府による移民への扱いをめぐっては批判の声も上がっており、国民の間で意見が割れているそうです。We can't keep having the immigration that we've got because there's not enough room for the people coming through. Like, I live near a park which is full all the time. It's crazy. Yeah, look, I don't support that at all. I think that Nauru and Christmas Island are horrible. They're effective concentration camps. And I think they're the result of the government not having proper immigration policies, not having policy settings that can handle intake of immigration. そしてオーストラリアの経済に大きな影響を与えているもう一つの要因が中国との経済関係。これまでオーストラリアと中国とでは資源や農産物を中心に密接な貿易が行われ、その税収は医療や教育、軍事などの財源となっていたみたいなんですが、近年中国経済の減速がオーストラリア経済に深刻な影響を及ぼしているそうで、特に中国の不動産セクターの低迷は鉄鋼需要を減少させ、結果としてオーストラリアからの鉱物資源輸出による利益を大きく圧迫し、こうした過度な中国経済への依存が問題視されているみたいです。I think in general, Australia, we have a very limited economy. We don't produce very much. I think it would be in our interest to produce more as a country. また、オーストラリアのエネルギー企業や主要な港が戦略的に中国資本の下に買収され、国内で生み出された利益の一部が中国へと流出しているとも指摘されているみたいです。Yeah, look, trade is always good. Australia is a capitalist nation. We appreciate trade, but I think we're having an over reliance on China. We ship a lot of our iron ore over to China for them to use for steel. A lot of our trade is tied up with China, but they're not being the ally that we expect them to be.
そうした中国経済への依存を減らすには国内で新たに雇用を生み出す必要があるが、オーストラリアは長年工業に依存してきた経済構造のため、企業の挑戦やイノベーションが生まれにくく、人材育成も十分に進んでいないのが現状。つまり自然資源の豊かさに支えられた繁栄の裏で、オーストラリアは成長の基盤を自ら弱めてしまったと言われている。そして今、国民の間では移民そのものを非難するのではなく、政府の対応や政策のあり方を問う声が高まっているみたいです。I hear that as a bit of buzzword type of thing people say, but I don't see a lot of evidence to say that that's the case. I mean, you even saw it in like 2020, like during COVID. There were so many jobs like in the farming sector and things like that, which is somewhere where I work pretty close. There just weren't people to do the jobs that we needed to get done, and we were ending up giving money out as grants to people just to work in a farm for a bit, because it just wasn't happening. So it's just costing us more money if we don't have the immigration to fill these, these opportunities. Housing is a right, not a way to make money, in my opinion, and educate people as to why we're in this position, not dog whistle and blame immigrants or minorities or whatever, which is the standard go-to. Yeah. 1970年代に白豪主義と呼ばれた移民の制限を撤廃して以降、ヨーロッパ系以外のアジア系の移民たちを積極的に受け入れ、経済的な発展を遂げたこの国だが、未だ一部では排他的な意識が根強く残っていると言われ、今その移民の受け入れこそが国を揺るがす大きな議論の火種となっており、日常生活に直結する問題を背景に不満を訴える市民たちが各地で抗議活動を繰り広げているそうです。今なんですけど、デモが起こってるということで、一つは、移民反対、オーストラリアのフラッグ持ってる方が移民反対で、もう一つがアボリジンの旗とか持ってる人たちが、またその反対ということでデモが起こってる感じです。What's happening all about here? Well, today's all about Australia just standing up for itself, and also to tighten up on immigration laws. We're bringing too many people in, and we can't sustain who we have in here at the moment. So are you guys anti-immigration or? No. All for immigration, but just it needs to be better considered as to the amount that are brought into the country. But we welcome it. We're getting all sorts of people in that are not wanting to be Australian at all. They just want to come in and do their own thing and take over whatever they can. So to rob, steal and destroy, and that only comes from evil, and we don't want the evil coming into our country at all. So that's why we're standing up today and going, come on, hear us, slow it down, shut the gates, let's reset, see what we can do with what's already here, and try and get some stability before it's like turns into anarchy every day. They think they own this country, and they don't. People are welcome to come from any nation in the world, as long as they believe in humanity and justice, and that's what we fight for. So you guys are kind of anti-immigration or? No, I'm an immigrant myself. I came from England as a child in '71. I'm not against immigration. They don't in moderation, but like coming over here and burning our flags, death to Australians, all this bull. It's wrong. We want a safe country for our grandkids. I was just saying that the narrative in Australian Western media was it's against immigration. You guys are from Japan, so obviously we love Japanese Toyota cars, love them. But the reality is these people have been hijacked by the media here to believe that high immigration is a problem, but not address that the government and high immigration is a problem. But then the narrative is that they're against immigration altogether, which makes no sense. But the reality is, I believe that over-immigration and lack of organised government creates this problem. What do you hope for Australian economies? Yeah, so I hope the Australian economy can recover.
I want to get rid of this stuff, the division in our nation. I think that if both sides really have a think, we're actually both facing the same enemy. It's big business, it's governments who don't care about people that are forcing these situations and making life worse for everybody. I think Australian economy can be a great multicultural example for the rest of the world. I just think we need to get it right. We can't mess this up. It's really important. So we need to take a deep think about this and stop the division so we can get things right. 今回14年ぶりにオーストラリアを訪問し、14年前の素晴らしい初めての海外生活の思い出と、現在抱える厳しい現実を肌で感じることができて、懐かしい気持ちと複雑な気持ちでいっぱいです。日本を含め世界各地で年々増えてきている様々な社会問題、本当に移民だけが問題なのか、それとも政府の体制が問題なのか、世界各国の課題を見て皆さんはどう思いますか？でも今回久しぶりに短期ではあったんですが、実際にオーストラリアに滞在してみて、高品質な生活、自然、人も超良くて個人的には大好きな国なんですけど、長期で滞在するとまた違う側面が見えるような気もします。かつて豊かな象徴だった移民国家オーストラリアはこれからどのような道をたどっていくのか、目が離せませんね。動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。オーストラリアブリスベンからです。アディオース。